はい、そしたら今日は車とは関係ないんですけど、棚をね作りたいと思います。めんどくさいんで簡単に仕上げようと思ってます。なかなかねサイズ的にねいいのがなかったので簡単に作ります。出来合いのものを買おうと思ったんですけどね、いいサイズのものってなかなか見つからないですよね。もう炎天下に置いとくと道具が熱くて触れなくなっちゃいますね。キャンピングカーを作りかけてからというもの、空き時間の全てをキャンピングカー製作に注ぎ込んできたので、家や秘密基地のことは置き去りでやることが山のように残ってるんですよね。次の旅に出る前に家も秘密基地もちょっと片付けておかないといけないので、キャンピングカーの方もやりたいことはいっぱいあるんですけども、今日はあえて棚を作ります。1920×810 の杉の板を2枚買ってきました。まずはこの板を5分の2、5分の2、5分の1の3枚ずつに切り分けます。はい、そして端っこの残りね、これ5分の1の大きさに切りました。だから2枚とこの半分、2枚とこの半分取ったんで、これを足して1枚にします。そうすると幅360の約360の板が5枚できることになります。最近はね、材木も高いので見えにくい側面にはこの貼り合わせた材木を使おうと思っています。接着剤をつけたら板を貼り合わせてクランプで固定していきます。クランプで固定したら接着剤が乾くまで放置します。はい、接着剤も乾いてね、1枚の板が完成しました。そしてこの板は棚の側面に使おうと思っています。もう何もかもが火に焼けて熱々。810。はい、棚側面の板が2枚カットし終わりました。はい、次は棚の天板を作っていきます。今回は幅 1300mm の棚を作ります。そしてこれを天板にしようかなと。1300。次は棚の中板をカットします。1252。1252。今度は棚の下段の板ですね。クランプでね止めました。材木を早速組み立てていってるんですが、この見えてる面は棚の下部分になります。ちょっと長さ測った方が良さそうやな。627。627、この辺。ここは入りにくいな。
こっちが下。これをね、棚下のスカート部分にしたいと思います。上からビスを打っちゃうとビスが丸見えになっちゃうんで、下の裏から斜めにビスを止めれるように下穴を開けていきます。これを13ミリにしてこう。これが1200ほどあるから一応ね、ビスが等間隔になるように印をつけていきます。1250ほどあるからこれで割って642こんな感じでいこうか。あ、ちょっと深すぎた。これの六角ちょっと合わせてきます。はい、六角合わせてきました。これでよいしょ。これが全然映ってないところでやっちゃいました。ここね、これ今取り付けました。よいしょ。そしたら倒して邪魔なもんをちょっと一旦のけようか。はい、そしたら側面の板を取り付けていきましょう。この板はさっき細い板を2枚貼り合わせて作った板ですね。はい、そしたら横の板をこんなに高さちゃう。まずここを決めましょう。ああ、でここここ止めんの忘れた。あ、割れた。これを何センチ ?6 センチ
下の高さを合わして、そして6センチで、こっちが500なんだった565これが印のところを合わしといて、はい、それであと天板をつけましょう。よいしょ。天板こっちね、天板ね、こっちを前にしようかな。天板は割れたらかっこ悪いんで、これ下穴開けていきます。こことりあえずネジ1本今打ちました。25ミリ。30、20、この辺12ミリ。よし、そして反対側こっち側行きましょう。こことりあえず打っときます。炎天下でね作業しとったらね、録画が勝手に止まるんすよね。もうめちゃめちゃカメラ熱なってね、ダメっすわ。これ切っといた方が良さそうな。どうよ、まあええか、めんどくせえから。棚のね裏板はタッカーで簡単にね打ち付けていきます。で1300のセンターは650。タッカーをちゃんと裏の棚の板があるところに打ち付けるために印をつけておきます。で780。
780、780。よし、できた。あとはここか。この段も止めといた方がええ。ここの上2つはなかったんや。しまった。なんとタッカー2つ裏の棚板のないところに売っていました。なんぼ19センチ、190、これ端から端まで届いた。これが棚の中段の板があるところですね。からホルソー。はい、これね、電線通す穴ね。はい、とりあえず棚が出来上がりました。1個目。ちょっともう1個別のところの棚も作らなあかんからね。やることがいっぱいありますわ。忙しい。とりあえず1つ出来上がりました。はい、そしたら2個目の棚の製作に取り掛かります。足らずはこれでいこうと思ってます。よし。この板はキャンピングカーのキッチンの天板を作った余りの部分です。ちょうどいい大きさだったのでね、これを流用したいと思います。3枚、2枚。これで OK か。横、下の横を切りたいけど、なんかないかな。あり合わせのこのタイヤを使ってこれでいっちゃいましょうか。これ外して掃除しよう。今度はね、ワゴンタイプの棚になるので下にタイヤがつきます。そしてね、タイヤが横から丸見えにならないようにその部分にスカートをつけるので、まずはタイヤを取り付けてその高さを測りたいと思います。スカート部分があまりに長いと床吸っちゃうしね、あまり短いと今度はタイヤが丸見えになってかっこ悪いので、程よい長さにねしないといけませんよね。こっちから5ミリ、こっちから1センチ。裏カーラーも忘れた。裏カーも洗っとかないとね。そしてこの高さが40ミリで大丈夫ですか。35ミリぐらいにするとええんかもな。35ミリの杉材。スカートの丈は35ミリがちょうど良さそうですね。幅35ミリの杉材を見つけてきました。高さこれでいけそうやね。なんとかこれでいきましょうか。じゃあこれでいきます。これをじゃあ2本切りましょう。
ちょっと磨こうか。これ表面ちょっと磨いてきます。穴の下とはいえ一応見えるとこなので綺麗に磨いておきたいと思います。これね、ペーパーがけするのとしないのとではね、もう全然違う別物の木になるんですよね。よし、ツルツル。これでこの長さに切ります。よし、これでパーツは全部できた。はい、そしたらタイヤ乾いたのでちょっとグリスグリス刺しました。そしたらこれをつけていくんですけど、ツルツルに磨いた方を外に、こうやね。なんか蚊が一匹うろうろしやがって。これ裏にネジ1本止めたいな。よいしょ。そしたらこれで一丁いっときますか。裏こうやね。こんなになっちゃいました。まあ裏見えへんとこやからええけど、こっちもじゃあしまった、ネジが足りへんかった。そしたらまずこれ接着剤つけようかな。そしたらこのスカート部分の板は接着剤とネジで固定してクランプでしばらく挟んで置いときます。そしたらこっちも測ってなかった。ちょっとこれで乾くまで置いときます。そいであとはもう棚を組み立てていくだけですね。タイヤこっちが1センチ、こっち5ミリ。タイヤはね、回転した時にスカート部分に当たらないようにスペースを空けて取り付けていきます。そしたらタイヤを止めていきましょう。これでいけるかな。はい、大丈夫やね。オッケーオッケー。そしたら縦の板を止めていこう。どっちが綺麗？こっちかな。カーのやつがもう寄ってくる。
もうさっきから蚊がね、周りをうろうろ飛び回ってね、鬱陶しいんですよね。これはどっちが綺麗かな。こっちがええな。これ端っこなんで割れたら困るから下穴作戦いきましょうか。これはこっちが上の方がいいかな。こうがいいかな。あ、ちょうど節がおるわ。ここ割れるで。ちょうどね、ネジを打つところに節があるんですよね。ネジを打つところに節があると木ってすぐ割れるんですよね。気をつけないとね。少しね、いつもより大きめに下穴を開けてからネジを打ちたいと思います。ここね、ここも強度を増すためにここはビスを打っときます。ちょっと見えるけどね。あんな下穴開けたのに響いた。もうちょっとこの下穴を。油断するとね、節のところ一箇所割れちゃいました。中の棚ね、これ高さをどうするかなんですけど、ちょうど真ん中でいくかな。ちょうど真ん中でいいかな。こっからここが684、342がセンター、342がセンターで、これ何番あんの？20ミリ。こっちも止めちゃいましょう。20ミリ。ちょっとこっち出っ張るな。ちょっと大きさがあれか。342で、これが20ミリで真ん中。342で、これが20ミリで真ん中。ここちょっと節があるな、節。よし、できた。
はい、これでね下タイヤのついた台ができました。あ、ここひび入ってんで、ここ節のとこにネジが当たってちょっと響いて、と接着剤入れて、この節のところにちょうど当たってネジ穴がね、ちょっとここにクラックが入っちゃいました。接着剤をつけてね、クランプで挟んでしばらくこれで置いときます。これでねちょっとクラックが塞がるまで置いときましょうか。このネジちょっと頭がちゃんと収まらないですね。節のところでこれね、ここの節のところちょっと掘り込みを深くして、これで収まりました。あと収まってないネジある？全部入ったね。はい、 OK です。もうこんなもんでしょう。ちょっとね木むき出しなんですけど、塗装してないんですけど、まあ許してください。これ奥様ご要望の洗面所の棚です。はい、こういう下がねタイヤで動く棚を作ってくれということで作りました。これはねクラックちょっと塞がるまでもうちょっと押さえときます。そしたら片付けましょうやけど、これ大丈夫かな、置いとっても雨降らへんかな。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。